こんにちは、粟田洋介です。人々がアート作品を買う理由っていうのは、純粋にその作品が欲しいから買うっていうタイプの人と、投資のために買うっていう人と、アーティストをサポートしたいからということで作品を買うっていう、その大きな3つっていうのがあります。ちょっと今思いつきませんが、その他にもきっとあるかもしれませんね。アートを買う目的の一つは、その作品を使うためですね。使うっていうのはインテリアとして飾ったりとか、あとはその作品自体が使えるものだったりすると、自分でそれを使う、持ち運ぶ。服にアートが書いてある場合とかだとそれを着るとか、カバンだったら持ち運ぶとかね。絵画の場合は飾るっていうことが多いと思うんですけど、自分で使わなくてもそれをプレゼントするとか、そんな感じで使うとか飾るとか、そういった目的ですね。そして2つ目が投資目的ということですね。私の作品を投資目的で購入される方っていうのはほぼいないと思うんですけど、私の作品を購入して稀に冗談っぽく、これは将来高く値段がつくみたいなことを言ってくださる方がいらっしゃるんですが、それは冗談めかした褒め言葉と取って、ありがとうございます、そうなるように頑張りますと私は答えているんですけど、その瞬間は私の作品を購入してくださった方が将来得をすればいいなって願いながらそのように答えてるんですが、その方々が私の作品を投資目的で購入してるんじゃないってことを私は知っています。ただ特に有名なアーティストの作品とか、あとはそういった見る目がある方々が新人アーティストの作品とかをそういう目的で購入される場合もあるのかもしれませんね。あとはちょっと前に NFT アートっていうのをやってみようかなと思った時があるんですけど、その時いろいろ調べていたら NFT アートを投資目的で買ってるっていう方がたくさんいらっしゃるってことを知りました。私のような昔ながらのこういった原画を販売している場合は、将来作品がどれだけ高値で売れたところで過去の作品で私が儲かるっていうことはありません。その作品を所有している方々が言い方悪いけど儲かるっていうわけですね。ですが NFT アートっていうのはそういった将来人がその作品を売買している間、その儲けっていうのがアーティストの方にも入ってくるみたいなんですよね。ただ何年か前に NFT アートを出せるように設定したんですが、結構めんどくさくて、結局私はまだその NFT アートっていうのには手を出していません。そして今後どうしようかも決めていません。ちょっと話がそれちゃったんですが、2つ目が投資目的で作品を購入される方がいらっしゃるってことです。90年代の後半に街で結構強引な商法で作品を販売するっていう商法が流行っていたようです。そしてその90年代後半、東京のある街で私は知らない人にアートに興味があるかということを聞かれました。私が若い時ですね。私がアートに興味があるかって当たり前じゃないですか。じゃあ絵を見に来ませんかっていうことで行ってみたら、ギャラリーにシルクスクリーン、原画じゃなくてシルクスクリーンっていうのは綺麗な印刷した作品ですね。それがたくさん飾ってありました。あの時代の流行りの作品ですね。そしてその作品の中にエリテっていうロシアの作家の作品がありました。エリテの作品を私は結構好きだったので、エリテの作品を見ていたら、その販売の方がべったり私にくっついてきて、エリテの作品をそうやって出して、個室でいろんなライトを当てて見せてくれました。そしてエリテについていろいろなことを教えていただいて、すごく勉強になって面白かったんですけど、それから5年後ぐらいに私の友達の一人が詐欺のテクニックの本を読んで、どんな内容が書いてあるかっていうことを話してくれたんですけど、その内容っていうのが私が連れて行かれたそのギャラリーの人がやっていた方法と全く同じでした。まずはその密室に連れて行かれたって言ったんですけど、何種類かの色のライトと何種類かの角度で作品を見せてくれました。ライトの当て方でこうも変わりますって言うんですね。で、私はそんなライトの当て方で作品を鑑賞するなんて考えたこともなくて、へーと思って光の当て加減の変わるその絵をずっと真面目に見てたんですね。だけどこれって絵を鑑賞するのに意味あるのかなって不思議に思っていました。
ちなみにその私とお話ししてたギャラリーの方っていうのは女性で、結構いろんな個人的な話もして楽しかったんですけど、後でその詐欺のテクニックの本を読んだっていう友達の話によると、その友達は実際ダイヤモンドかなんかを売りつける商法のところに行ってきたらしいんですね。そしたら同じようにいろんな角度とかいろんな色のライトをダイヤモンドに当てていて、私がそのギャラリーでやられたことと全く同じことをやってたそうです。それは何かっていうと、作品にライトを当ててたんじゃなくて、そのライトの角度っていうのはその営業の異性の顔を美しく見せるライトの当て方だったそうなんですね。そこで客はその営業の人に恋心を持って商品を買ってしまうっていうテクニックの一つだったそうです。でも私はその営業の方の顔は見てなくて、作品だけを見てたので、その方法には引っかかりませんでした。あといくつかの詐欺のテクニックっていうのがあったんですが、その詐欺のテクニックの本を読んだっていう友達とは別の人で、クリスチャン・ラッセンのシルクスクリーンをすごい多額で分割で購入したそうです。その時に何て言われたかっていうと、作品の値段が何年後かにはもっともっと上がるので今買っておくとお得ですみたいなことを言われた、そんなお話でした。その詐欺のテクニックでは人を見て選ぶらしくて、私の場合はその素晴らしい作品があると運が上がるみたいなことを言われました。きっとその方は私はお金じゃ引っかからないけど運が上がるって言えば引っかかるかなと思ったんじゃないかなと思います。そしてもう一つは何だったっけな、ちょっと忘れちゃったんですけど、ただ私は長々話をしてかなり疲れて、それで買わないで帰ったんですが、何年後かにそれが詐欺だったと知って大笑いをしました今思うといい経験です。それからもう一つ、そのギャラリーの方が言ったセリフに、シルクスクリーンにして大量に印刷することによってたくさんのお客さんに作品を届けることができる、そう言ったんですが、その時私はそれってただの儲け主義じゃないかと思いました。今現在私が販売しているのは原画が多いんですが、プリントを販売することによって多くの人に自分の作品を届けることができるっていうのは、今の私はすごく共感できます。ただあのギャラリーでは詐欺商法が使われていて、その辺は私は共感できませんけどね。そして3つ目がサポートをするためということですね。その昔、今もいらっしゃると思うんですけど、パトロンと呼ばれる方々がいて、アーティストを支援する方々っていうのがいらっしゃいますよね。そういった社会貢献的なサポートをしてくださるありがたい人たちです。ただ一アーティストとしてどんな目的であれ作品を購入していただいたりとかっていうのは本当大きなサポートになって本当にありがたく思っています。そういった自分以外の誰かをサポートするってすごくかっこいいなと思うし、私はそういった方々をすごく尊敬しています。今年の作品、来年の作品、再来年の作品だけではなく、その人がアーティストとして成長していく、そういった様を見ることもできるし、育てていくこともできると思います。今を生きるアーティストの成長を見ることができるということですね。私自身、多くの方から支えられて、その多くの方に育てていただいています。また、こうして動画を見ていただくことも私の支えとなっております。今日はそんな話をしましたが、私自身このことを知ることによってなんか役に立ったかなっていうとわかりませんでもこのお話を楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。そして皆様にこの場をもって感謝したいと思います。ありがとうございます。ということで今回の動画は以上です。この動画が良かったと思った方はいいねやチャンネル登録、それから動画の感想などもコメントでいただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さようなら。